北川哲さん、当時22歳。爆心地から 1.1 キロの富士見町の自宅で被爆しました。北川さんの脳裏には、被爆直後助けを求める多くの人を横目に、何もすることができなかった自らの姿が今も焼き付いています。被爆後、北川さんは不安定な放浪生活の中で下痢と高熱に苦しみ抜きました。現在は2人の息子も結婚し、自らは修学旅行生を相手に語り部活動をしています。今考えてることはどうしてこんなことになったんだよね、自分の人生がね。私だけでなしにそういう死にたくないで随分若い人が死んでいますよね。まあ生き残ったいうことが私にとっては幸いかもしれないし、なんか少年時代も青年時代もあったんだけど青春時代がなかったには過去のね戦中の思い出で、それで自分が思い詰めて、まあ誰も若い時には自分の進路っていうのを考えるんですがね、自分が進みたい道に進めなかったというのが一番僕のね、他のことは別にね未だに残ってるんですけどね。まあおしまいは県庁35年勤めて辞めたんですがね、そういう役人生活をして人生を送ろうとはさらさら思ってなかったね。もうしょうがないね、食べることが先だからね。原爆っていうのは大変なものであるんですよね。人類の生存か地球がなくなることですりゃいいんですからね。だから大変なことであるんですが、その起こした最初ね、この世に生まれてきて、ね、みんなね死にたいな俺はするんですよ。みんな生きていきたいっていうのはね、そういう本当の人間のね、まあ生物でもそうでしょうけどね、その人のために起こしてね、そして死にたくないって死んだ人も随分あるんだからね。修学旅行の生徒と話するとね、高校生はね、おじさんそんなつまらん残酷な戦争をなぜ始めてたんだということとね、なぜ止めなかったんかとね、おじさんだからと言われるんですが、僕らの時代年齢ではね、もう歴史の流れ出したらね、坂を転がるようにね、利比はないんですよ。とにかくどっと進んじゃったんです。戦前がきつかったし、ね、戦後がきつかって、戦前もちろん原爆からのちですけどね。だから今を考えなきゃいけないと。僕は戦争の戦前をね、だから僕らが少年時代青年時代見た時にね、明日がどうなるかとやっぱり今は考えないといけないということで思ってるんです。8月5日の夜から6日の朝にかけての北川さんの行動をちょっと詳しくお願いします。広島だけ残るっていうことはありえないことでね、まあ、ご存知のように全国東進が空襲を受けたのを僕ら知ってましたよね。それで最終的には呉が軍港の施設やられ、ね、いわゆる造船の施設やらね、呉工場、それで今度は4月1日には民間のね住宅地が行かれるんですがね、それから広島だけにこれほどの軍隊がいてなんだ空襲も何もないってことは考えてなかったです。7時過ぎにね警戒警報出るんですけどね、僕もねまあ会社は出る気はないですね、調子悪いから。でそれまではね、いざ逃げる支度をしてっていうから全部こう着るものを着て、それから預金通帳なんか全部払いまいてね、そして朝明かすんですけどね、8時半ごろね警戒警報が解除になったから、着てるものを全部脱いじゃってね、で脱いでっていうのはいざ逃げる支度ですからね、銀行通帳とかなんとか払いまいてねいたんですがね、あんまり眠いんで食べずにね
浴衣をこう体にかぶせてね横になったんです。横になって時間的に寝てるか寝てないかよくわからんですがね一睡したと思った瞬間にね皆さんピカドンピカドン言うんですがねドンっていうのはよくわからなかったとか近くの人はわからなかったんで僕はピカーだけしか覚えてないんですがねピカーッと光った瞬間にねもうそんな原爆なんて僕らは想像してないんですからね直撃弾が自分の家に落ちたと思ったんですよね。でピカッと光った後がね自分の記憶ではね体が浮いたっていうね飛ばされた感じするんですがね隣にいた娘さんは体が、この人は起きてたからね体がパーッと浮いたっていうんですよね。浮いて私は落ちる時にね家が今で思えばね家と一緒に吹き飛んでるよね吹き飛んで家が借家だからそうなったんだけどバラバラになってるんですよ。で落ちる時にね僕はねこうたるきと柱が斜めにこう落ちてくるのを覚えているんです。それでね覚えてそれをねこう自分の手で避けて入れたっていうのを覚えてるんですよね。出た時はね見えないんですよ。埃か何かこううっすらしてねそれでそれがだんだん明るくなった時にはみんなが倒壊したっていうかね市内の家はね全部木造の建物は姿がないんですよ。みんな倒れててで私自身はね傷が残ってますけどねやけどはねここへちょっと残って自分でね鏡見ることなかったですけどねその頃はねだから自分の顔がどんな顔してるんかねどこにやけどをしてるんかそこのとこはねただこれえぐられたのがねずーっと顔中ね一番ひどいのが一部残ってますけどねそれがね血が吹き出るんですよこう飛ぶようにね。それでね今廃材かな立った時にね建物のいわゆるその廃材の人からね助けてくれ助けてくれ声聞こえるんですよね。だから会社が一緒だって世話してくれた人も、ね、そこに聞こえるんですよね。どこにおるんやさっぱり理屈で言えばね原爆がしてこうなったんですよね。その時は何が何さっぱりわからんね血が吹き出るわね浴衣どこ行ったらわからんですからねそれで足の下で助けてくれ出してくれ声が聞こえるんですよね。隣の奥さんですよね本箱の下に挟まってるその人の声が僕の本箱の下にね本と一緒に飛んでるんだけど挟まってるのそれ人は引き出したんですよ本を抜いてね引き出したんです。あとね会社で一緒に会った人のその人の姉さんが一緒におったんですがねだから僕引っ張り出した奥さんの子供さんの声も食えるんですよね。お母ちゃん出してあとね会ったら子供さんを連れてなかったからねおそらくそのまま焼け死んだんだろう思うんですけどねそれでね出たらね血が吹き出るわね下から声がたった一人しか僕は引っ張り出さんかったんですがね人間が先だ言いながら若い時来てね結局いざとなったら僕も逃げたかなと思ったんだけどねひようなようなんですよねたくさんの人が声が聞こえるながらね火が出たから逃げたって自分じゃ自分をごまかしている形になるんですよね。それでちょっと困ったところだったからね今道路も同じですがね高野橋からね檜山橋までね福音は同じですよそこまで出るんですよ。出たら資料館をご覧になっても分かるようにね全部裸です。僕は前を見てるから裸ね学校場あたりの、ね、建物疎開に学童動員を随分かけてるんですね近辺をね。それと僕の記憶ではね子供たちいるんですがねそれが前が全然ない焼けてねそれは熱線で焼けたのは僕は分からんですけどねそれから手を前にこう出してねこれボロ咲いたようにずーっと下がってるんですよね。
で資料館で見るねあれはまだ着物がこうあちこちまだ残ってるよねだから2キロぐらいかな思って僕が見たのはね1キロぐらいに行った人たちはね光線に当たったとこは全部瞬間に焼けたんだろう。それと僕はあったのはねそれが何であるかさっぱり分からずに僕逃げようんですからねみんなこうなかってみんな着てないんですよね。で私の記憶の中ではね大きなこの針がね奥さんの背中に乗ってるんですよ。でみんなこう何が何やらこうずーっととぼとぼこっちにひざまに逃げてるんですよね。手を貸してくれるんでねそこへ行ってね2人で下げたんですけどね上がらないんですよね。だから下を掘ろうって2人でね掘ったんですよ。どっかへね建物が吹っ飛んでから潰れてる下にね埋まってるんですからね。で僕もねもうさっきの自分がいたとこから逃げたようにねこれも言い訳なんですけどね燃えてるんで火が出だしたんですよね。それでまあこれはもうダメだっていうんでねで私はみんなに前の人がある声ついてなんでやったかさっぱりわからんとこでねもっとも後見たら顔ぐちゃぐちゃですがねまあだんだんこうそこまで行って応答が始まるんですよ。食べずに寝てるのが始まってそこで意識がなくなるんですよね。だから大半はね意識不明のうちにね広島は燃えてたやつです。だから僕が気が付いた頃はもうほとんど広島が燃え尽きてたんです。ただ今私がね受けたとこでそこでぐずぐずしていたら私も逃げられなかったんじゃないかと思うんですがねただ早く出たってことでね今思えばね背中、まあ、ここ歩くのもそうですがね助けてくれ助けてくれ声を聞きながらねやっぱり逃げてたですよね。だからやっぱりそれがねもうちょっと頑張っていう気持ちがね何人か救われたんじゃないかまあ自分がどんな怪我してろうとねたった一人しか救われなかったっていうかね。でやっくり日ねここの檜山のねこの昔御弁天気今は古外図書館かなあそこまで上がるんですよね。友達の家からねおふくろが檜山にいるから檜山鶴橋と檜山橋の間頃に宿が下ですからねそれを探しに朝ね8時過ぎに出るんですよね。だから行ってみたらまだそこは橋から遠いんで建物は残ってたんですけど全部焼けていましたね。そしてねおふくろがいたとこへ行ったらねどこから出たの家主さんが顔が出てきてね裏が嫌だってねかぼちゃがね熱風で真っ黒が焦げてるんですよ。それ終わったらねちょっと焼き芋みたいなね大丈夫だからみんな大丈夫逃げてると言ってくれてねかぼちゃを割ってね食べなさいって食べたらいまだその味を忘れるんだからねまあその後というのはねまあ6日の朝食事をせんかったばっかりにね食べずに歩いたいいからねだから特に美味しかったのかもわからんけどねそれでこのバスが通るこの広いでしょこの道路ねそこずっと上がるんです。でここの多聞院がね救護隊の本部になったような後知ったことでねこの前は通るんですがねそういう救護隊の人らしい姿は僕見なかったんですがねただこれずっと登っていくんですけどね昨日こう電信がもう何も来てない子供たちがねこれみんな倒れてるざーっと足がねとにかくいっぺんに倒れてるんだからこうまたいで上がるんですよね。またいで上がって上まで、まあ、いわゆる一番上今広いですけどね御弁天今は図書館になってますけどね広さそこまでずーっと倒れてるんですよ。で倒れてるからしょうがない当然こうまたいで通るんですよね。そうするとまだ息があるわけなんですよ。だからねこう耳が聞こえるんですよね音がね。それで私の足音を聞いてねみんなねそこに倒れて一斉にね水ちょうだい水ちょうだいのをねいまだに頭がこびれてきてるんですけどね僕の記憶ではねほとんどのね亡くなった人の死体っていうのはね
ろう人形をひっくり返したようにねパーッと膨れたのがね、だから相橋の上でね馬がこうなってるね、これもその焼けですから水ぶくれみたいにねろう細工になってるから橋の西側にね兵隊だな思ってるんですけど、そうでないっていう人もあるんですがね、正気倒しにやつが倒れてる裸がね、そういう光景を見ながらねちょっと緑まで行くんです。広島が屍の町になったとよく言うけどね、僕は人間が人間でなくなったっていうかね、人が死んでるっていうのは大変なことなんだけどね、おしまいはその感覚が鈍っちゃってね、至る所で倒れてるでしょ。だから石ころのような感じでね。ただその原爆でね一番今僕がねその気になってるのが子供の結婚は2人とも済んだんですけどね、上の時は僕は話したんです、自分が苦痛だからね黙って結局というのは遺伝の問題が絡んできてるんだよね。放映権が厚生省の言い分には現実には危険が生まれてないじゃないかって、いやそれきりのもんですけどね、それが一番今のとこ。だから今孫がね長男2人おるんですがね、結婚の時に困ったよね。どうしようか言うまか言おうかってね迷ってね結局話はしたんですよ。したら向こうの人がね、ちょうど私が富士見町でしょ、で学徒動員で雑魚場に出て隣の町ですからね、そこでの生き残りなんよお母さんがね。だから近距離の被爆した子供と子供になるね。それを親が反対して本人同士がいいっていうのをね、それ反対して潰すわけにいかないし、で本人同士いい家はそれで行こうって言ってね、結婚はしましたけどね。ただ孫が生まれた時またおっかなびっくりよね。今長男が今年2人生まれたんですがね、手足はあってもね知能の方がわからんよねまだね。だから次男の結婚の時はね言わなかったもんな。山口県の人でね、下手に行ってね途中本人同士会ってね進んでる話がねご破産になったらね親父がんなことを言うからとこうなるからだからうすうす向こうの人は感じ取られたらしいですけどね、次男の付き合いじゃなかったです。最後にですね、はい、その原爆というか戦争そのものを通して、北川さんご自身が今一番その世の中に対してこう語り伝えたいもの何かありましたら。その過去のことを話すっていうことがね今ね過去のことをこう見つめるっていうことはね、今どうあるんかっていうことをね考えておくとかね、それが明日につながるってことだよね。でもね平和ってね、僕はね言葉で話すのはね学校のいじめを言うんじゃないんですがね、隣同士の人が仲良くなって手つないでいけばね喧嘩起こらんじゃないか。だからね子供にはねどういうかね、はいとありがとうがね出たらね、ありがとう言われてね怒る人はおらんのだから、人によくしてもらったらねありがとうって素直に出たらね相手は怒りませんっていうね。物質文明でこう贅沢散漫してるだけでも地球は壊れていけるんですかね。ある時期にはこう壊れてしまうでしょうね。切ったり掘ったりしよるっていうね。ただ核兵器のような大量に殺戮する兵器を使うと物は瞬間にしてね地球っていうのは生物が住めなくなるっていうということをね、簡単な言葉です。なかなかできないことね。僕は次の世代の人にね言いたいのは、ただ明日の地球をどうするかということを考え、過去を考えなきゃいけないですがね、今自分が何ができるか、何をすべきかということをね考えるべきだろう。だから僕自身も今の自分の能力で何ができるか、ただいろんなその時の健康状態いろんなことがあるんでね、今がつくんですよね。そういうことで考えてるんですが、子供は子供でねそれ
があると思うんですよ。ものを大切にすることでも一つですよね。自然の中から作ったものですからね。というような民族国境を越えなくてはもう地球っていうのはもう存続できないっていうのが僕の思いです。